ご視聴ありがとうございます。KK です。本日はヒメリュウキンカという花を描いていこうと思います。花の形の取り方や描き方を私なりに解説しています。葉を描く時のコツなども説明していますので、最後までごゆっくりお楽しみください。正面から見た花は丸を基本に考えます。花びらの数は8枚から10枚だそうです。ここでは8枚とし、上下左右を描き、その間を埋めるようにして花びらを描いていきました。花芯の中央に小さな緑色の丸のめしべがあり、その周りを囲むように花びらのようなおしべがあります。斜め上から見た花は楕円形を基本に考えます。花芯の部分も楕円形にし、花びらは上下は短い花びら、左右に長い花びらを描いていきましょう。左右の花びらを少し上向きに描くと花びらが持ち上がった感じになります。めしべの位置を楕円形の少し上の方に描き、それを囲うようにおしべを描いていきましょう。もう少し横の方から見た花は花芯の位置を楕円形より少し外れた下の位置に描いていくと描きやすいと思います。奥の花びらは花芯から楕円形の円周に向かって描きます。手前の花びらは花芯の下のラインから円周に向かって描くようにしましょう。花芯は先ほどと同じで、めしべの位置を楕円形の上の方に持っていき、それを囲うようにおしべを描きます。浅いお椀やボールのような形をイメージすると描きやすいと思います。つぼみは丸く、周りに額を描いて出来上がりです。葉の形はハート型で、根元の方が少しギザギザしている感じでした。葉の一枚一枚が根元から伸びています。では作品を描いていきましょう。オレンジ色はスカーレットという赤とレモンイエローヒューという黄色を混ぜて作りました。花びらは黄色をつけた筆先にオレンジ色を取り描いていきます。スケッチブックを回転させて描いていくと描きやすいと思います。花びらの筋がきれいに出るように花びら1枚ごとに絵の具をつけて描いていきました。斜め上から見た花も同じように一枚一枚ストロークで描いていきます。上の方にある花びらはやや長く、下の方にある花びらはやや短く描きましょう。横の方から見た花も奥の花びらを長めに描きます。手前の花びらは後から描き足すことにしました。大きめの丸筆にたっぷり絵の具を取ると花びらの筋がよく出るように思います。緑は混色して作っていきました。サップグリーンに茶色を混ぜると深緑になります。その緑に黄色を混ぜ明るい緑にします。その緑に白を混ぜ白っぽい緑をめしべの色にしました。スタイラスでめしべの位置にドットを打ちます。ドットが乾くのを待つ間に葉を描くことにしました。平筆の18番に先ほど作った緑を全体に取り、コーナーには黄色や濃い緑などを取って好みの色にします。葉を描くときにはスケッチブックを回転させて描いています。そして色付けは少しずつ塗り進めるようにしています。筆をスケッチブックから離すことによって葉脈のような線ができ、自然な感じになると思います。今回の葉を描くコツはスケッチブックの方を回転させていること、そして筆
筆を少しずつ紙から離して葉脈のような線を出していることのこの2つです。丸筆の2番でおしべを描いていきましょう。色は先ほど作ったオレンジ色です。花芯の円の中に収まるように何個もストロークを重ねていきました。横の方から見た花のおしべは手前を長いストロークで、奥は短い点のようなストロークで描いていきます。斜め上の方から見た花のおしべも楕円形の花芯の中に収まるように描いていきましょう。額はつぼみの形に沿わせるようにストロークをしました。花びらの裏には緑色の筋が入っていたので、横から見た花の手前の花びらは黄色に緑をつけストロークをしました。花びらの花芯に近い部分は少し色が変わっています。また立体感も出したかったので、茶色と白を混色した色で影をつけることにしました。サイドローディングで影をつけている時も筆を紙から少し離し、花びらの筋をつけるようにしています。葉脈はライナー筆でほぼ白に近い緑を使って描いていきました。葉の根元から広がるように5本のラインを描き、そのラインを枝分かれさせるように葉脈を描いています。花も葉も地面から一本一本生えているので、その茎を描いていきます。やや白っぽい緑で茎の流れを意識しながら描いていきました。特に葉で隠れている場合は茎のラインがつながっているように描いていきましょう。さらに葉を描き足すことにしました。同じような色だと緑で埋まってしまうので、薄い緑を使うことにします。ジョソーニアのサテンニスと絵の具を混ぜて描いています。ウォッシュのように水で絵の具を薄めないので、絵の具と同じ粘り気で葉を描くことができます。薄い色の葉には濃い緑で葉脈を描きました。姫龍金貨の絵の完成です。最後までご視聴ありがとうございました。高評価ボタン、チャンネル登録、とても励みになります。よろしくお願いします。また、感想やリクエストなどございましたら、コメント欄に書いていただけるとありがたいです。ご視聴ありがとうございました。